通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、コスプレからの話題になります。現在ですね、日本人によるコスプレが海外から難癖をつけられて叩かれてしまうということが続発しているんですね。で、これはですね、どうやら肌の色が問題視されているということなんですが、現在ですね、X 上ではバチバチと議論が繰り広げられていると、こういった状態になっているというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、素晴らしいコスプレが見えておりますが、今年に入りましてですね、日本人のねコスプレが海外勢から叩かれるということが連続して起きているんですね。で、原因というのも共通しておりまして、その肌の色が問題視されていると。で、いろいろ調べていきますとですね、海外のコスプレ界隈における衝撃的な話なんかも出てきますので、ちょっとこれ後ほど見ていきますね。ではですね、まず順を追って見ていきますが、こちらですね、もしかしたら皆さんこの話題すでに聞いているかもしれませんが、これがね、今年に入り1月2日の投稿になります。外国の方からアジア人が顔を黒く塗って黒人を人種差別しているってリプ来るんですけど、わざわざ差別したくてアブドゥルのコスプレするやつおる？俺が世間知らずなだけ、皆さんご意見くださいということで、これを投稿されているのがね、こちらマツケンさん。様々なコスプレをここで投稿していると、明るいオカマキャラなんて言っておりますが、怖がらず仲良くしてねと。で、この方がですね、ちょうど去年大晦日ですね、12月31日にここね、ジョジョの奇妙な冒険第3部モハメド・アブドゥルということで、このね非常に再現度の高いコスプレを披露するんですね。するとこれですよ。アジア人が顔を黒く塗って黒人を人種差別していると、このように叩かれてしまったというんです。で、一応ね、こちらですよ。これがね、モハメド・アブドゥル。ジョジョのキャラクターですね。そしてここにありますが、ジョセフの友人で、エジプト出身の占い師ということで、まず大前提として、このキャラクターはエジプト出身という設定です。そしてね、改めてこうやって見ますと、ほんと再現度が高いというのがわかるんじゃないかなと思います。日本人からするとね、いや、素晴らしいコスプレだなという感想を持つんじゃないかなと思うんですが、海外の一部ではそう受け取られていないということですね。で、実際ですね、もうこういう形になってしまうと、海外からの批判のリプって非常に探しにくいんですね。ちょっと X の使用上見つけにくいんですが、僕とはね、ちょっといくつか探してきましたんで、見てみましょうね。これね、実際に言ってる人いました。で、まずこちらですね。これはですね、先ほどのマツケンさんのリプについているものではないんですが、こんなこと言ってる人がいるんですね。お願いだから、アブドゥルのコスプレでブラックフェイスするのはやめてくれ。彼と同じ肌の色じゃないなら、肌を黒く塗れば成立するなんて思うなよ。頼むからさ。ということで、アブドゥルのコスプレでブラックフェイスをするなと、このように言ってるんですね。そしてこちらの方もそうですね。そのブラックフェイスのアブドゥルのコスプレ、私のタイムラインから消してほしい。アブドゥルを解放してください。ということで、これね、下見てみますと、ここでね、マツケンさんのことを言っているというのがわかると思います。これ実際言ってる人がいるということですね。でね、ここにもあるんですが、ほんとね、この界隈では、アブドゥルのコスプレでね、肌の色を濃くするというのはありえないことのようで、こんなこと言ってます。冗談じゃなくて本当なんだよ。アブドゥルのコスプレで顔を茶色に塗ってるやつが本当にいるんだって。ということで、このマツケンさんのコスプレに対して、もう本当にね、驚いているんですね。もう衝撃を受けていると、こういった状態になっているんです。このぐらいありえないことだということですね。この界隈にとっては。そしてこの下にもいるんですよ。タイムラインでララーのコスプレを見たとき、まさにそんな気分だったよ。そしてね、こちらですごい話が出てるんですね。気持ち悪い。ブラックキャラクターのコスプレをするために肌を塗るのはダメだってもう全員で合意したと思っていたんだけど。ということでね、ここで言っているブラックキャラクターというのは黒人を指しているわけではありません。つまりは肌の色の濃いキャラクターのことですね。これを一括りにブラックキャラクターと言ってるわけですが、つまりはコスプレをする上で肌の色を変えるというのはやってはいけないんだという合意があったはずじゃないかと、このようなことを言ってるんですね。どうなんですか実際皆さん、そんな合意はあるんでしょうか。少なくともこの界隈のこのレイヤーのコミュニティでは肌の色を変えるというのは厳禁になっていると、こういうわけですね。なのでこの界隈にしてみると、このアブドゥルのコスプレというのはもうまるで信じられないと、このように受け取っているというわけですね。で、それを踏まえてみますとですね、まさにね、ここに直接ついています。このリプもね、この流れの中にあるというのがわかるんじゃないかなと思います。肌の色が濃いキャラクターをコスプレするなら、顔を暗く塗るべきではない。自然なままでやった方がいい。それはブラックフェイスと呼ばれるもので、人種差別だ。
ということで、つまりはこのコスプレでね、肌を暗くするというのは、ブラックフェイスとして捉えられていると。こういうわけですね。なので、ここまで見ていただくとね、わかると思いますが、現在ね、そのブラックフェイスというのは、人種差別的な行為であるというのは、日本の皆さんもね、聞いたことがあるんじゃないかなと思います。結構テレビでもね、ブラックフェイスというのは普通に行われていたんですが、今ではすっかり見ませんよね。なので、そういった動きというのが、日本でも認識されているというのはわかるんじゃないかなと思うんですが、つまりこれをコスプレに持ち込むのかどうか、ここの捉え方はまだ随分違うということになるんでしょうね。そうした思想を日本に持ち込むのは控えてほしい。自分の国に帰ることを検討してくれ。でも、肌の色が濃いキャラクターがほんの少しでも明るくされたら、すぐ人種差別だって騒ぐんだろ。自称被害者たちからの攻撃を、こっちはサンドバッグみたいに受け続けろってことか。勘弁してくれ。警告してくれてありがとう。でも日本にはあなたのような肌の色で差別する文化はないので、心配する必要はありません。この方ね、はいはい、ポリコレポリコレと。彼は原作キャラクターへの愛と敬意からコスプレをしただけだ。それなのになぜこれが差別になるんだ。じゃあ仮に肌の色が濃いキャラクターをコスプレする際に自分の肌の色を変えてなかったとして、本当にあなたは黒人に対して人種差別的だなんて非難しなかったと言い切れるのか。ブラックフェイスに歴史的な問題があることは理解している。だがコスプレという文脈において肌の色も含めてキャラクターをできるだけ忠実に再現することは差別の意図ではなくキャラクターへの敬意から来るものだ。プクタ的にはこれが一番しっくりきますけどね。こういった行為って一概にね白黒つけられるもんではないと思っていて、だから先日もね大変物議を醸しましたフィンランドの議員によるね釣り目問題あったでしょ。あんなのは本人たちはね差別的な意図はなかったんだなんて口では言っておりますが、差別的な意図しかないでしょ、どう考えても。じゃあこのマツケンさんのコスプレが釣り目と同じ意図でやってるのかって言ったら 100% 違うじゃないですか。だからこれをね同じ文脈、つまりはブラックフェイスですね、ここで語るっていうのはやっぱりちょっとね違うんじゃないかなと思いますよね。キャラクターへの敬意からやってるんだというのは本当その通りだなと思いますが、皆さんいかがですか？そしてですね、なんとこの流れはまだ続くことになります。こちら、ティナさんですね。海外の人から日本人は肌の黒いキャラクターコスプレをやるな、差別してる的な批判を言われたけど何がダメなの？差別じゃないでしょ。褐色肌を再現することのどこがおかしいんだろう。ということで、さっきのマツケンさんとほぼほぼ同じこと言ってるんですね。これまた同じことが起きているということで標的になったのがこちらなんですね。で、これはこちらね、原神ウィキになりますが、シロネンというキャラクターです。で、こちらにね、イラストが掲載されているんですが、こんなキャラクターなんですね。こんな感じでね。で、どうですか皆さん実際。フクタですね、ちょっと今原神やめてしまってるんでよくわからないんですが、これどうなんですか？原神のユーザーの中ではこれ褐色キャラクターということになってるんですが、これ全然褐色に見えないんですが、で、一応ね、さっきのティナさんもそこは否定していないので、一応この原神のコミュニティの中ではこれがね、褐色キャラクターということになっているようですね。つまりは海外的な言い方をするのであれば、これがブラックキャラクターだということになるのかもしれません。で、ティナさんのね、コスプレほんと素晴らしいんですが、他のね、コスプレをこうやって見てみますと、肌がね、かなり白いので、もちろんね、これメイクもしているんでしょうが、こんな感じでね、これね、足どんだけ鍛えてるんだって感じですが、すごいですよね。そこを考えると、これは日焼けしてるというか、メイクで日焼けさせてるのかもしれませんね。違ったら申し訳ないですが。でもどうですか皆さん。これ、日本人的な尺度で見ると、日本人としての普通の肌の色でしょ。で、これが差別だと言われていると。で、これもね、先ほどと同じで、もうすでにね、こうなってしまうと、探すのも難しいんですが、おそらくティナさんが指しているだろうポストを見つけましたよ。この人ね、イラクの人みたいですね。日本のコスプレイヤーは、肌の色が濃いキャラクターのコスプレをやめるべきだろ。一体これは何なんだよ。ね、多分これですよね。実際これね、本当に言われていました。で、この人物ですね、この下に、こちらにいる方への返信として、アラビア語でね、こんなポストをしているんですね。で、このアラビア語というのはですね、もう非常に翻訳が難しくって、これ読み方も左右逆なんでしたっけ？そもそもですね、このように、コピーも非常に難しいんですね、ほら。こんな感じでね。で、これね、X の翻訳を通しますと、これ見てください。彼女のアカウントに入ると、肌が白く輝いている。でも、誰かが結婚するなら、肌の色は暗いキャラクターを描くの？ここでは白くするなんてクソみたいな論理だ。ということで、翻訳自体も破綻するんですね。全く何を言っているかわからない。で、これですね、僕た、様々な翻訳機を通して、可能な範囲でね、訳してみました。これね、3つのパートに分かれているんですが、これね、何を言っているのか、実はね、もしティナさんがこの人のポストというのを指しているならば、ティナさん自身も文脈を誤解している可能性がある。彼女のアカウントをもう一度見に行ってみろよ。肌が卵みたいに真っ白に輝いているだろう。それなのに、肌の色の濃いキャラクターは、それを真っ白にしてしまうんだ。クソみたいな理屈だ。と、このように言っているようなんですね。つまりこれね、何を言ってるかと言いますと、逆なんですよ。先ほどね、我々も見ましたね。ティナさんのアカウントを見てみますと、肌の色の白いキャラクターたちは、おそらくね、メイクで
自身の肌をさらに白くしてそれを再現していると。にもかかわらず、このね、褐色のキャラクターを再現するときは、肌を黒くしないんだと言ってるんです。つまり、黒さが足りないと言ってるんですね。で、ここではね、卵というワードが入っているようなんですが、この卵というのはですね、もう不自然に白い、こういったニュアンスを指しているようで、つまりはね、肌の白いキャラクターを再現するときは、あそこまで不自然に白くするのに、褐色のキャラクターはなんで肌が白いままなんだよと、このような指摘をしているというわけです。となるとですよ、これはこれでいよいよ問題ですよね。こっちはこっちでね、肌を黒くするんじゃねえと、このように言われていて、これはこれでね、なんで肌が白いんだよと言われていると。つまりは、何をやったって文句を言われるということですよ。海外の文脈知らずに叩くのばっかだよ。コスプレはキャラ愛、差別じゃない。気にせず楽しめ。向こうの文化圏でよくあることなので、一切気にしなくて大丈夫かと。デリケートな話題なので、深い言及は避けますが、未だにそれらを一方的に海の外側まで押し付けようとしているヤバい方がいるだけなので、こちらサビーさん自身のね、アカウントでもめちゃくちゃ怒っていましたが、返信もしてますね。アメリカ人やイギリス人が文句を言ってることは絶対に真に受けないでほしい。あの人たちはキャラクターを直す。ここね、レイススワップとありますね。するのは OK だと思っている。取るに足らない連中だ。それに AI を使っていると嘘をつくこともある。99.99% の人はあなたを美しくて才能があると思っている。それに、日焼けにはネガティブな意味合いがあると言っている人たちは頭がおかしい。西洋には巨大な日焼け産業があるんだから。日焼けをするというのは海外でも当たり前のことですからね。この方ね、いつもお世話になっております、バンディングリトゥーコミックスさんのライターの方ですね。この無許容な連中は、ブラックフェイスの定義を勝手に変えようとしている。しかもあなたがやっているのはそれじゃない。それに彼らは、日焼けしたアジア人キャラクターを黒人だと言い張っている。ブロックしてください。それを言いながら、同時にアーティストに対してこんなことをしているのは、あまりにも偽善的だ。ね、ありましたね。これ以前見ましたが、スプラトゥーンのキャラクターのファンアートが、肌の色が白すぎると言ってね、大炎上したんですよね。つまりこれがホワイトウォッシュだと言われたわけです。ただその一方、このチャンネルでもね、散々扱いましたが、これですよ。海外のね、ブラックコミュニティでは、日本人キャラクターの肌を黒くするという文化がありまして、これは称賛されているというね、これがダブルスタンダードだと言われているわけですね。そしてこの人ね、肌を日焼けさせたり、肌の色を濃くしたりすることには、嘲笑やからかいのために行われてきたというネガティブな歴史的文脈がある。そのため、その歴史を理由に、日焼けした肌を再現すること自体を好まない人が、今でも多くいるのは、ある意味理解できなくもないと。すごいですね。日焼けにはネガティブな文脈があるんだと。最近は、ブラックウォッシュで実際に傷ついている人というより、差別を見つけて指摘する側の正しさを示したい連中が、声を上げているケースが多い。偽善者と言ってもいい。キャラクターはテイワット人だから問題ないですよ。つまりは架空のキャラクターだよと。ガングルの時代を知ったら泡吹いて倒れるだろうな。西洋諸国ではそれに対してネガティブな歴史がある。でもあなたの国には違う歴史や文化があるから問題ない。あなたのコスプレは素晴らしい。はい、ということで本日はですね、今年に入りまして日本人のコスプレイヤーが立て続けに海外から批判されてしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやーもうほんとね、SNS の時代だなっていう気しますね。日本人がね、もう本当に純粋にそのキャラ愛からコスプレをすると、それが人種差別の文脈で叩かれてしまうというね。で、先ほどのやり取りを見る限り、海外ではね、やっぱりこのコスプレといえど、ブラックフェイスはしないというような、暗黙の了解があるのかもしれませんね。ちょっとね、その辺詳しい方いたら教えていただきたいですが、じゃあこれを日本人に適用するのかどうかというと、現状見ている限りは、圧倒的にね、この日本人を擁護する声の方が、海外からも多いので、好きにすればいいんじゃないかなと思いますけどね。で、特にね、先ほどの、このティナさんのコスプレに対しては、もう難癖以外の何者でもありませんので、気にしなくていいんじゃないかななんて思ってしまいましたが、皆さんはどのように思われたでしょうか。いやー、しかしコスプレもやりにくい時代になったんですね。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。